はい、どうも皆さん、こんにちは。ラミューです。季節も12月に差し掛かってきて、ぼちぼち冬用タイヤに交換したよっていう方も増えてきていると思います。CX5 も現行の KF 型と、その前の KE 型では微妙に、ワイパーの取り付け形状が変わってたりしますので、今回の動画では、その取り付け手順、交換手順っていったところを、簡単にまとめてみたので、シェアしていきたいと思います。はい、ということで CX5 のまずワイパーの基本的なお話からちょっとさせてもらいたいんですが、CX5 のフロントワイパーはこのように運転席が60センチ、見えるかな。運転席が60センチ、助手席が45センチサイズのワイパーになっています。注意点としては冒頭でも言いましたが、その取り付け部分の形状が、KE 型と KF 型で違っています。私が以前乗っていた CX5 の KE 型のワイパーの取り付け形状っていうのが、U 字フック型のワイパーになっていて、それが現行の KF 型になってからは、トップロップ式ということで変わっています。私はその差に気づかなくてですね、最初分からなくて、KE 型の冬用ワイパーを普通に KF 型でこう流用して使おうと思って、ちょうど納車も1月の本当に冬真っ只中だったので、すぐにちゃちゃっとやってしまおうと思ったんですが、それがまず取り付かなくて、これ使えないんだって思ったのが、まず納車の思い出の一つです。とりあえず買わないと始まんないよねっていうことで、一応ネットで、探して購入しましたっていうのが、これ大体2本で、5000円ぐらいの値段になっています。で U 字フック型と比べてやっぱちょっと高いんですよ。 U 字フック型っていろんな車種とかに多分採用されてると思うので、いろんな種類とか結構汎用性高く、値段もお求めやすく売ってる印象がすごくあったので、冬用ワイパーかなんて言って、単純にもうすぐ買えばなんていうふうに思ってたんですが、これ2つで5000円ってなると、結構高いなっていうのがあって、でそれでもこれ安い方なんですよ。でメーカーもあんまり販売しているメーカーも多くなくて、ネットで見た限りだと、メーカーによっては本当にこの2本セットで1万円超えてくるメーカーさんもあったりとかして、もちろん性能はいいものなんでしょうけど、ここは意外と気づきにくいコストがかかる部分かなというふうに感じました。であんまり詳しく調べてないんで分かんないんですけど、トップロップ式とその U 字フック型のものを変換するようなアダプターのようなものがもう一応商品としてはあるみたいなんですけど、あんまり評判が良くないので、そこの部分は今回は、パスしてお話進めていきたいと思います。今回取り付けていく冬用ワイパーなんですが、 NWB というメーカーから出ている、先ほど言ったようにトップロック式って高いよねっていう、中でも、安い方の部類には入ります。口コミ見ても悪くなかったので、今回はこれにしました。で5000円ということなので、概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方いらっしゃいましたら、ぜひ見てみて参考にしてみてもらえるとありがたいなというふうに思います。結構ピンキリだなというふうに思いました。で冬用なんでもちろんちょっと高めになってるとは思うんですけど、夏用と比べると。でそれにしてもやっぱトップロップ式ってやっぱ他と比べるとちょっと割高というか、コストがかかってるのかなっていうのが意外な気づきではありました。で私納車されてから比較的これはでもすぐ買ったんですよ、気づいて。でもう動画にまとめてアップしようなんていうふうに思ってたら、もう気が付いたら春だったという現状もあって、まだこれ開けてないんですよ。なのでもしかするとちょっと傷んでたりとか劣化してる部分もしかするとないかな、ないとは思うんですけど、ちょっとこれから、開けていきたいと思います。2つ並べてみるとこんな感じになります。上が、通常使っている、夏用のワイパーと、下が今回交換する冬用ワイパーということで、見た目一目瞭然だと思うんですが、夏用はブレードとゴムの部分が思いっきり露出した通常のワイパーになりますが、冬用ワイパーはそこがゴムの部分で覆われているというような形状になっています。でこれをすることによってですね、雪に対する耐性を強くすると、ワイパーのですね。で冬場は雪が降って凍って降って凍ってっていう形で再凍結を繰り返したりとかよくするので、そういった時にそのゴム自体がフロントガラスに貼り付きやすくなったりとかっていうことが、往々にしてありえるので、そういった場面に強いゴム素材が冬用ワイパーでは使われていたりというような形でメリットがあるというふうな形になっています。個人的に見た感じだけで言うと、やっぱり冬用ワイパーの方が雪に対する耐性影響っていうのは強い仕組みにはなっているのかなというふうに感じます。
で重さに関してもやっぱり冬用ワイパーの方がちょっと重いですね。こっちの方が45センチで短いものなんですが、60センチのものよりも重いので、なんかここやっぱりカチャカチャカチャっても音もしますし、しっかりとこうがっちりした、作りにはなっているのかなというふうに感じます。取り付け形状はこういう形になっています。これがトップロック式ということで、U 字と比べると、少し、構造というかだいぶですね、U 字と比べると取り付け構造が簡素化されているように今の段階だと見えます。はい、はい。それじゃあね、早速これを取り付けていきましょう。はい、ということで、今回は冬用ワイパーの取り付け作業ということで動画をまとめてきましたが、作業自体は見ていただいた通り難しいことではないので、ディーラーさんにお願いしてもいいですし、自分でやってみてもいいかなというふうに思います。一応ワイパーの交換の時期の目安っていうのもあってですね、ブレードが約1年でゴムの部分が半年かなっていうような一応言われはされているものの、個人的な体感としては、異変がない限りですよ。異変がない限りは、2年、というか2シーズンかなは使うことが可能かなというふうに思ってます。特にブレードの部分に関しては。でゴムの部分に関してはやっぱり比較的劣化が早いし、摩耗したりだとか削れちゃったり剥げちゃったりとか、いろいろ不具合を起こすことがゴムの部分は多いので、そちらの方はディーラーさんとか、整備士の方に交換した方がいいですよって言われた場合は素直にすぐに応じて交換した方が、安全性の部分も関係してくるので、そこの部分はもうスムーズに対応した方がいいかなというふうに感じました。はい、このチャンネルではですね、松田社をはじめ CX5 のある生活ということで CX5 の動画をアップしています。少しでも気になったりもうちょっと見てみたいななんていうふうに思ってくださった方いらっしゃいましたら、チャンネル登録と高評価ボタンで応援していただけると励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。